はい、理想の書斎作りです。今日もデスクお疲れ様でございます。もし今ゼロから理想のデスク環境を作り直したらどうなるだろうって毎秒思いますよね。ということでやってしまいました。2025年版ベストです。作業内容は普通の IT 系企画職をベースに年に 1,2 本の YouTube 動画投稿やら、時々写真現像やら、あとは自作キーボードとか 3D プリンターを少々っていうおじ量産試作型。方針は今まで通り採算性度外視のクオリティ利便性快適満振りスタイル。進化ポイントとしては過剰機材の削ぎ落としミニマル化に成功した点でしょうか。書斎作りを始めて5年、その道の末路としてお役立ていただけると嬉しい限りです。あと新曲も発表します。それでは早速本題。まずはデスクの脳みそコンピューターについてです。メイン PC は M1Max MacBook Pro 14インチのストレージ以外フル盛りモデルが続投です。もう3年使ってますが、普通のデスクワークと年 1,2 回の動画作り的な活動では未だに1ミクロンの不満もないかと思いきや、重量 1.7kg はさすがに重いです。なので外では Windows の GPD Pocket 4を使っています。一言で言うとヨーダ、今風に言うとリヴァイ兵長的存在な超小型モンスター PC です。物理的には幅 21cm 横 14.5cm で iPad mini とほぼ同じサイズ感、厚みは 2.2mm と若干太め、重量は実測 785g で同じく実測 305g の iPad mini の 2.6 倍ほどです。プロセッサーつまり脳みそは AMD Ryzen AI9HX370、メモリは 64GB 積んでて激強です。仮想デスクトップ&ブラウザタブ召喚しまくりなデスクワークはもちろんのこと、液晶が極めて美しいので写真現像なんかもこなせてます。 Windows 併用の外仕事環境づくりはのっぴきならないテーマになるんで、別の動画で改めてお話しさせてください。そして M4iPad Pro 11インチ、素人クリエイトには iPad が最適と思います。最近ハマってる 3D プリンターもアイデア出しから CAD モデリングまで全て iPad です。写真のロー現像も iPad の Lightroom CC メインです。ペンシルやお手手で雰囲気で操作できる。アプリたちが素人の俺には十分。そしていつでもどこでも超気軽イコール接触回数を増やせる。この3つの iPad ならではのメリットは相当効いてきます。それでは我々の生死を分かつ重大論点に突入です。革命はいつだってヌマンチュの指先から始まるわけで、キーボードはモナ2です。無線分割式で取り回し最強、姿勢もすごく楽、トラボ付きでマウスいらず、間に色々置き散らかせます。他にもハンダ付け不要、異次元にコンパクト、 GPD Pocket 4と一緒にむっちゃ小さく運べる。無線接続なのに遅延ほぼゼロ、接続先を5つまで登録できて切り替えも一瞬、エンコーダーもとても良いなどベネフィット満載です。ちなみにエンコーダーですが、僕は上から回す派なんでクラウンタイプを自作しています。ノブをつかむクリップ部分と外側を分けることで固定力と脱着ビリティの両取りに成功です。あとバッテリーですが、もはや実質無限に持ちます。毎日フルタイム使用で3週間から1ヶ月くらい持ちそうな上に、気まぐれでコンピューターにつないで使えばそれだけで勝手に充電もされちゃうんです。そして宇宙レベルの真髄ピクナルポイントが Mac、Windows、iPad、iPhone など各コンピューター専用のキーマップをモナ2内部に記録できることです。これの何がすごいかというと、 OS 違いのコンピューターの間で指的なアクティビティ、専門用語で運指と言いますが、これを全国統一できるわけです。例えば Mac や iPad とペアリングしているときはこのキーをコマンドに、 Windows ならコントロールになるようにしておくことでコピーのキーボードショートカット運指を共通化できます。追い込んでいくとモニター間のウィンドウ飛ばしとか、 Mac ならミッションコントロール、 Windows ならタスクビューとかデスクトップ切り替えとかスクリーンショットみたいな日々使い散らかす運指を物理的に統一できちゃうわけです。実現方法も簡単で、 Bluetooth 接続の指定とキーマップのレイヤー移動を同時に一撃でこなすマクロを組むだけなんですが、ちょっと長くなりすぎるんで別の動画で改めてお話しさせてください。続いてモニター周り、視界を制するものは世界を制します。メインは27インチの Apple Studio Display ナノテクスチャーモデル、サブに16インチの 4K 有機 EL 謎モバイルディスプレイ、サブのサブに iPad Pro 11インチっていうトリプルモニター構成です。前提として PC 作業ではエンボディチェアでの後傾姿勢が大好きなんです。数年前は同じくハーマンミラーのアーロンチェアを使ってましたし、今は伊藤機のバーテブラ03も愛用中です。でもやっぱり PC 作業用としてはエンボディチェアの座り心地が僕にとっては圧倒的ベストです。さらにアトラスの後付けヘッドレストを取り付けるともう最高です。このヘッドレストは物としても激ヤバハイクオリティすぎて、毎回視界に入るたびに純正かってつぶやけます。
で、この極楽後傾姿勢をベースにするとモニターの位置は左右に広げるのが理想なんです。話を戻します。スタジオディスプレイに至った理由は3つです。まずは色味への信頼感。僕は通販サイトをいじくったり写真を現像したり時々動画を作ったりするんで iPhone と色味がずれないことへの安心感は大きな価値です。続いてスピーカーの音質。最大の決め手はここでした。作業用 BGM を流したり動画を見たりなどドノーマルな用途の自分にはもう十分満足花丸クオリティな音質でした。デスク配線もだいぶスッキリできますし、スピーカー不在な分デスク両端に物をポイ置きしやすくなって嬉しみが深いです。そしてウェブカメラ内蔵のこと。書斎作り歴5年目の結論として自分にとってはウェブカメラ画質は波で全然 OK、 むしろ目線の方が重要と気づいた次第です。このカメラ位置はお話し相手と目線を合わせる上で現時点で一般的に到達しうる最善のポジションと言えます。総合力で固めてくるアップル、恐るべしです。続いてサブモニター。ヌマンチュならスタジオディスプレイと高さを揃えんばなんで16インチモバイルモニターの縦置きです。2ヶ月以上しっかり使った感想としては画面の写りや発色はすごく良くて満足できています。解像度は 4K ありますし iPhone と見比べても全然遜色ありません。簡易的に真っ黒テストした限りでは LCD のスタジオディスプレイよりも断然真っ黒。 M4iPad Pro と同レベルな真っ黒になるんで有機 EL っていうカタログスペックも本当だと信じています。ただ表面保護フィルム的なやつが若干ペコペコ凹凸みがあって安っぽい印象でここだけが本当に惜しいなって思ってます。その他にもちょっとだけゼリースクロールが生じるとか操作インターフェースが絶望的に使いにくいとかもありますがこれらは普段使いでは影響ないですね。最後に iPad Pro 11インチデュエットってアプリを使えばもはや完全に普通のモニターと同じ感覚で使えます。有線接続すれば遅延はほぼないですし iPad への給電も同時に行われます。ちなみに3枚のモニターは全て MacBook からでも GPD Pocket 4からでも全く不自由なく使えています。 iPad はワールドガジェットのベサマウントでマグネット吸着させてます。一瞬で脱着できるのが本当に便利で日本からの入手性を考えると今はこれ一択かなと思います。ただですね iPad を取り付けると手で支える場所がないんです。なので長尾製作所のモニター移動ハンドルを併用しています。持ち手金属の質感も良くてすこぶるお気に入りです。ちなみにモニターはエルゴトロン長身ポールで支えています。58センチあるポールの間でアームのスタート位置を自由に決められるのが大きなメリットです。ただですね同じ高さに3枚のモニターを生やそうとするとアームが干渉しまくりでだいぶ手こずりました。まさか僕だけですかね。答えとしてはがっつり折りたたむことになる真正面モニターのアームは一番上に逃がしておけば OK と気づいた次第です。これで他の2本との干渉リスクをゼロにできます。すみません、やっと準備が整いました。それではこの動画の核心、アメリカポートランドから届きしファイナルウェポンの件に突入していきます。グローブメイドデスクです。グローブメイド自体の詳細は割愛するんですが、つまりは今日の世界的なデスクセットアップカルチャーをゼロから作り出したハンドメイドデスクアイテムメーカーの筆頭的な存在となります。去年の秋ゲリラ的に浅草で行われた東京ポップアップで僕はこのデスクの実物を見てました。でついに日本からも買えるようになったということでもはや即ポチ不可避案件でした。はじめに結論ですが思った通りデザイン性と機能性の両面が天元突破してくれてます。最大の特徴は2つです。1つ目、メガ盛りドロワー。これが非常に秀逸です。一般的な電動昇降デスクの最大の罠をご存知でしょうか。そうですね、収納がゼロすぎるんです。おかげさまで我々は引き出しを後付けしたりシェルフを置いたり釣ったり DIY したりマグネットしたりヌマンチに転職したりとやり散らかしてきたわけです。お疲れ様です。よく使う小物は手前にいいんです。黒染めコルクでいい具合に区切られていてペンや AirPods、変換コネクタ、マステなどペペって出し入れできます。一旦作業を始めると置きっぱになる大物、例えば PC や SSD なんかは奥です。グローブメイドのお家芸、ドイツ製 100% バージンメリノウールで優しく守りつつ緻密に開けられた穴がケーブル通し兼通気口の役割を果たします。ところでこの引き出し、正面の見た目がフェラーリみたいにスッキリしています。秘密はくさび型にあります。手前側はなんと 18mm まで薄くなってます。でも大丈夫です。高さが5センチちょっとある 3D マウスも奥に入るんですよね。そして幅141センチの全体フル引き出しなのに足に全くぶつかりません。手前側は薄いので当たらない。奥の厚みがある部分にアクセスするときは我々自身も後ろに下がってるんでやっぱり当たらない。これをデザインしたグローブメイドのショーンさんとケンさん、さては相当な好き者と思われます。そして違和感にお気づきでしょうか。よーく見てください。そうです、レールが見当たらないんです。特殊な CNC マシン用のガイドレール的なサムシングを採用することでこの構造を実現させたらしいです。こういうところに執念と狂気と愛と採算性度外視味があって最高にクールですね。続いて2つ目のディープインパクトがケーブルトラフです。
今まで長年にわたって配線整理テクをどや散らかしてしまい誠に申し訳ありませんでした。今後はこのトラフだけで OK っぽいです。失業いたします。ラッチ式でガチャッと気持ちよく開きます。椅子に座ったまんま配線の全てをよしなに収め込めます。手前味噌で大変恐縮ですが、この手の作業だけは特級配線整理士として町内一やり込んだ自負があります。だからこそ痛感してます。箱のようにガチッと安定したスペースにケーブルやアダプタ類を無造作に放り込めるのむっちゃ楽です。中に仕切りもあってこのトラフ自体もスッキリできます。しかも引き出しを閉じるとリモコンのケーブルがトラフ内へスーッと吸い込まれていきます。深淵に引きずり込まれるヌマンチのようで綺麗ですね。このケーブルの動きですが、これまた異次元に丁寧に作られている取説通り普通に組み立てるだけでちゃんと再現されます。ケーブルの動きを癖づけて支配する仕掛けがビルトインされてるんです。ところがです、もちろん攻めどころ穴はあります。たとえ対極のグランドデザインでは米帝に遅れを取ったとて局所のミクロの最適化、トラフ内の箱庭マネジメントは大和民族のお箱です。戦略で負けても戦術でゴリ押しするだけしておきます。人感センサーライト、視認性が超倍高まります。電源ケーブル、初期装備はこっからここまで用にこれです。縛り肉のバーベキューなんかに最適そうです。実にアメリカンサイズですね。我々は無難に20センチに切り替えると良さそうです。そして電源タップ、初期装備品、特にケーブルの模様などおしゃん極まりないんですが、我々モンゴロイドにとっては若干太すぎ肩しくんで取り回しにくい印象でした。よってエレコム大先生のそれに切り替えてます。機材が多い場合は10口タイプもありです。トラフ内にマグネットでガチン固定できます。この変更によってデスクの外に出る電源タップケーブルと有線 LAN ケーブルの2本をケーブルモールで一網打尽にできました。そしてリモコンも素晴らしい出来です。上げるときは左、下げるときは右、あらかじめ登録した高さにはダブルクリックでいけます。登録できる高さが2つだけってのはちょっと物足りないですが、まあ許せる範囲です。それより全てノールックで操作できちゃうのがめちゃ快適なんで、ぜひともご体験いただきたいです。あと細かい設定、例えば高さ記録や誤動作防止ロック、上限下限高さ決めなんかは中央ホイールで呼び出して行います。もちろん自動停止機能付きで、ちょっと揺らすだけで停止してくれるほどの敏感さでとても信頼できます。ということで褒め散らかしてきたんですが、致命的な弱点もしっかり暴露していきます。2つあります。1つ目、天板横にクランプはできません。余白スペースなしです。照明やマイクなど横から生やすぜってお考えの同士の方は作戦を練り直す必要があります。2つ目、スリット穴のおかげで天板強度がちょっと落ちてます。僕の場合最弱になっちゃう真ん中にモニターアームをクランプしてるんで、天板が 2mm くらい沈み込んでおります。実用上のデメリットは一切感じてないんですが、最初はものすごく不安でした。たわみダメ絶対って方は荷重が大きくかかる系機材はデスク両端に寄せるといいですね。どうやら今回の日本からの注文受付は実験とのことです。普段はアメリカ国内とカナダにしか出荷しないとのことでした。我々がヨーロッパに先んじたの超嬉しいですね。とはいえ今後どうなるかは未定のようなんで、デスクが気になるって同士の方はこの機会を見逃さない方がいいと思います。はっきり言います。価格は間違ってますが、その他は間違いのない一品と僕は思います。いやー、ちょっと熱く語りすぎました。それでは本編をスタートします。ドッキングステーションはカルデジット TS4 です。モニターや有線デバイスなど全部の機材を一手に束ねてくれていて、 TS4 から入るたった1本のサンダーボルト4ケーブルを突き刺すだけで MacBook や GPD Pocket 4とこのデスク全体を Z 合体接続できちゃいます。そして本当に大切なことは、ドックは手前に吊るべしっていう決まりです。なので TS4 ハンギングマウント4グローブメイルデスクを 3D プリンターで自作しました。リモコン用ネジ穴の余りを使っています。現時点で世界一ミニマルな TS4 マウントになったと自称しています。手元で SD カードやイヤホンを扱えて大満足です。ぜひ真似してください。続いてスタジオパッド。正直言って最初は全然ピンときてませんでした。これ本当に必要かと。そして今実感してます。これはすごいです。仕事や作業に没頭してるとデスクはどんどん散らかってきますよね。いちいち片付けなんかしてられません。だからといって秩序を手放した末に訪れる混沌で毎回ごちゃごちゃ探し回るのも非効率です。そこでスタジオパッド。 iPad や電卓を置けます。ペンやノギス置けます。細かいパーツ置けます。抜群のちょうど良さでデスクを整え散らかしてくれるんです。ただ美しいだけじゃない、素材の魅力だけでもない、圧倒的な独創性と
じわじわ気づかされる新性の機能美だからこそグローブメイドはすごいし、昔から大好きなんです。デスクシェルフやデスクパッドとの違いにも触れさせてください。シンプルに平常状態での収納キャパシティという単一評価軸でジャッジすればデスクシェルフの圧勝です。でも延直方向のアクセシビリティとビジュアルインスペクション容易性、さらにはプレート型アイテムにおける立てかけビリティといったマルチモーダル評価因子までインテグレートした動的運用下の暫定ストレージパフォーマンスはスタジオパッドに軍配が上がります。何が言いたいかというと、忙しくてバタバタしてる時にあっちこっち物を置いたり取ったりするのはスタジオパッドの方が断然やりやすいよってことです。ミニマルに天板を守りたいとか、キーボード周り一式まるっと動かしたいとかならデスクパッドの方がいいです。ただ小ネジなど一瞬で行方不明ですし、立てかけられんことによるスペース効率低下は知っておくべきです。ということで、暫定整えパフォーマンス優先っていうアクティブな方にはスタジオパッドは激烈に刺さるはずです。備えあればエントロピーの増大なしですね。そしてこのセットアップにジャストミートな秘伝のアイテムが爆誕しました。ケーブルプーリーです。順を追って説明させてください。まずスタジオパッドにはデスクシェルフのようなケーブル隠蔽力はありません。一応ケーブル通し穴があるんですが、実質もろ出し学園です。よってスリットからピコピコさせるべきとの解が導き出されます。ところが今度はスリット縁に擦れてめっちゃ不快なんです。擦っていいのはゴマとおろし金だけって近所のばあさんも言ってました。ということでケーブルプーリーです。ベアリング搭載で最高に滑らかにケーブルを取り回せます。使うときは引き出す、用済みになったら戻す、手が滑っても大丈夫。ケーブル滑落防止機能付きです。2本はドッキングステーションの TS4 につないでモナ2やループデックを有線で使えるようにしています。残りの2本はエルコムの 65W2 ポート充電器につないでいます。すべてのケーブルは USB-C メスメス中継アダプタで最適なケーブル長に追い込みましょう。で、影の主役はオールテックの片引きケーブル 90cm 引き出せます。最後まで引っ張ると自動で巻き戻ります。充電に加えて 480Mbps のデータ通信にも対応してます。そして固定ガーターベルト。デスクの右サイドは昇降デスクの電源ユニット的な塊のせいで狭いです。なので L 字コネクタでスペースを一旦クリエイトしつつ、さらに物理詰めクリップでバチンとお取り付けです。一方で左側は余裕ありです。トリプル団子化した後、マグネットで簡単に脱着できる式にしています。そもそも配線整理だの隠蔽だの、そんな卑屈な時代はすでに終わっています。これからは自分本位で好き勝手にケーブルを操る配線制服の時代です。見てください、この垂れた神戸、我々民草のごとし。改善点があと7万個ほどあるんで、全てクリアできたら未踏の道具やシュゴティで販売したいと願っています。そしてデスクライト、アルテミデのトロメオクランプです。今までずーっとモニターライトを愛用してきましたし、今でも大好きです。ただモニターライトだとウェブ会議用の顔面照明を別に用意する必要があるのがちょっとネックでした。あとスタジオディスプレイのスッキリ感も損ないたくありませんでした。ウェブ会議ではくるっと回して顔面を照らせます。電球は色温度を変えられるヒューのスマートなやつです。家族が寝静まって夜に優しい光に包まれながら iPad で 3D 設計するのが至福のひとときになってます。あとはキャスター。俺たちのフレキシスポットの新型キャスター W3 がグローブメイドデスクにバッチリ合います。かなりかっこいいですね。エアジャッキなど使えば後付けも簡単なんで、ぜひトライしてみてください。最後に極めてプライベートかつ秘匿性の高い最重要テーマ、ティッシングについて。グローブメイドデスクには重大かつ致命的な欠陥があります。ズバリティッシングへの配慮がゼロであることです。アメリカ人は使わないのでしょうか。メガ盛りドロワーのせいでもはや定番といえる天板鉄板アンダーマウント方式は通用しません。頼みの綱であるデスク足も俺たちのフレキシスポット E7 Pro と同様の奥まったコの字タイプなんで、かがみ込んでの大げさなリーチング動作が必要となります。肩関節に対する拷問です。妥協するならトラフの裏なんですが、やっぱ取りにくいし、日々のティッシングエクスペリエンスを著しく損ないます。ということでトラフの中にボックスを仕込めば天板スリットから華麗にティッシュを取り出す。気づけば1年ぶりの動画更新になっちゃいました。意味不明な語りになっちゃってないか不安すぎたんで、 AI 大先生にこの動画の感想をちょっと聞いてみたんです。さて、今回の記録を通して一つちょっと考えてみたい問いが浮かびました。はい、何でしょう。テクノロジーってものすごいスピードで進化し続けてるじゃないですか。本当に。そういう中である時点での究極を目指してきっちり環境を作り込むことと、はい、逆に予期せる変化、新しい技術にも対応できるような柔軟性とか余白みたいなものを残しておくこと。なるほど。作り込みと柔軟性のバランス。あなたにとってその理想的なバランスってどのあたりにあるでしょうか。少し考えてみるのも面白いかもしれませんね。
作り込みと柔軟性のバランス、にわかかと。ヌマンチュなら完璧な環境を目指して全力投入。新しい製品や技術が登場した瞬間、潔く自分の過去を全否定してゼロリセット、爆散。オジが Z 世代と渡り合うにはこれしかないのではないでしょうか。地獄です。それでは聞いてください。理想の書斎作りで Z 世代、どうぞ。エンドゲーム